おお、監督生も祝いに来てくれたんだ。サンキュー。どうって普通に嬉しいぜ。ただこの服についてはちょっと不満かな。誕生日のやつはこれを着るっていうのが伝統らしいけどさ、サッシュにバースデーボーイって主張強すぎでしょ。俺が主役ですって言ってるみたいですげえ恥ずかしい。ま、これのおかげで誕生日なのかって気づいてプレゼントくれる人もいるし我慢するか。兄貴に初任給で買った腕時計を見せびらかされたことかな。そう、見せびらかされただけ。エース、今日誕生日だろ、この箱開けてみろよってクールなデザインの箱渡されてさ、開けたら黒いベルトに金の枠がついたすげえかっこいい腕時計が入ってたんだよ。そんなの絶対俺へのプレゼントだと思うじゃん。なのにこれは俺の、お前のはこっちって箱よこしたんだぜ。中身なし、箱だけ、信じらんねえ。その後箱いっぱいにキャンディー入れてくれたけどさ、ガキじゃないんだから喜べねえっつーの。きっかけっていうなら父さんかな。俺の父さんは魔法師じゃないんだけど手品がめちゃくちゃ得意でさ、コインとかカードを使う簡単なマジックはもちろん、空中から花が飛び出すマジックなんかもできて、それが魔法のショーみたいにすげえんだよ。俺に手品を教えてくれた兄貴も始めたきっかけは父親に憧れたからだと思う。実家に帰った時はそれぞれの手品を見せ合ってトリックを見破れるか勝負したりするぜ。それは結構自信ある。手品って右手でも左手でも同じように技を扱えるよう練習するからさ、俺利き手は右だけど左手だけでトランプタワーを完成させたりもできるぜ。そういやこの前新しい手品を思いついたんだ。今度お前にも見せてやるよ。は？そんなもん聞いてどうすんの？まあいいけどさ。デュースはまっすぐしか走れねえイノシシって感じ。ブレーキ壊れてるっていうか、あとなんかライバル視されてる気がすんだよね。まあ挑まれても返り討ちにしてやりますけど。ジャックは勘違いすんなよって言いながらなんだかんだ面倒ごとに率先して首突っ込むタイプ。意識高くてめんどくさいけど強いやつにはコロッと懐いたりするから案外ちょろいとこもあるよね。リドル寮長にまで尻尾振ってた時はマジでビビったわ。まあ悪いやつではないかな。次はエペルだっけ。最初は男子校なのに女子が混ざってんのかと思って二度見したね。あ、今の本人には内緒にして、多分めっちゃ怒るから。エペルって中身はデュースと似たタイプだと思う。最後はセベクか。あいついっつも若様ってどこでも声張り上げるからうるさいのなんの。あと何かとそこの人間って偉そうに言ってくるけど、妖精族リスペクトしすぎ。どうかと思うよって監督生からも言ってやって。つうかさ、改めて考えると俺らの学年って全体的に張り切ってるやつ多くない？なんで？名門校だから？俺はその名の通りエースなんで、そんなに力まなくても問題なしっていうか。ほら、何ニヤニヤしてんだよ。